私たちはカンベルの正家の子として生まれたの。それなりに名高い家だった。両親は私に商人としての気質があると見込んで、あらゆる教育を受けさせた。でもテオは違ったわ。テオが15の時、ベアラーだったことが分かったから、両親はテオを憎んで役所に突き出そうと。だから私はあの子を連れて家を出た。それからずっとベアラーの保護を続けているそうだな。テオドールが心配していた。自分を助けたことでそれに縛られているんじゃないかと。だからその呪縛から解放してやりたいと。正直に言えば何度か考えたこともある。あの時テオを助けずに商人の道を選んでいたら、私はどんな人生を歩んだんだろうって。それでも後悔はしていない。弟と一緒に暮らせたことが何よりも幸せだった。テオの笑顔を見るたびに助けてよかったって本心から思えてたの。でもテオはずっと負い目に感じてたのね。私の方こそあの子の呪縛になっていたのかもしれない。テオドールはこうも言っていた。姉貴に助けられてからずっと幸せだった。これからは自分の人生を生きてほしいとな。あんたたち兄弟は呪縛になってなんかいない。互いに自分の人生を歩み、互いに思い合っていた。きっとそれだけだ。ずっとずっと二人で生きていきたかった。テオといるだけで私は良かったのに。テオ、テオドール。このまま運び屋を続けるわ。きっとテオも分かってくれる。私は運び屋という仕事を通じて人を救うことに心から喜びを感じてた。だからこれからもそれを続けていく。いろんなものを運んで多くの人を助けて、たくさんのベアラーを保護していく。私が何かを運ぶことで人々を笑顔でいっぱいにしたい。あの日のテオのような笑顔に。それが私の生き方。これまでもこれからも。そうか。俺もあんたに協力する。これからもずっとな。ありがとう、クライブ。私と今は亡き我が弟から心より感謝を。私はこれからも運び屋を続けるわ。多くの人を助けてたくさんのベアラーを保護していく。私が何かを運ぶことで人々を笑顔でいっぱいにしたいから。この前は褒めてくれたのに。褒めた？私が君を？やあ、クライブ。待っていたよ。この娘を引き取りに来てくれたのだろう？いや、ウォールードのことを聞こうかと。まさか君もその話だったのか。ドレイクスパインを破壊するため灰の大陸へ向かう。改めて状況を把握しておきたくてな。ウォールードの奴らにエンタープライズを攻撃されたら困るんだ。伝えたはずだぞ。あの国の行動はなかなか表に出ないと。それに輪をかけて灰の大陸のことは知られてないのだ。何せウォールードが建国されてからというもの、まともな国交がないのだから、今の状況下における沿岸の警備網など分かろうはずがない。それでもここで一番詳しいのはお前だ。知恵を貸してくれ。大先生、お願い。分かった分かった。そこまで言うなら教えてやる。それではウォールード王国について
特別講義と行こう。この国を知るには建国の英雄にして不老の王バルナバス・ザルムという男について語らねばなるまい。バリスゼアの外大陸からやってきた流れ者の彼は、若くして灰の大陸の諸部族を見事にまとめ上げると、当時最強の呼び声高かったベルダーマルク王国を一夜のうちに滅ぼした。この歴史的事件により、バルナバス・ザルムの名と召喚獣オーディンの圧倒的な力は世に広く轟くこととなる。それが大陸歴843年のこと。バルナバスがウォールードの王となり、老いることなく玉座を守り続けて早40年。近頃の生還ぶりからかの英雄もついに戦に遭いたかと思えば、一変してこたびの大攻勢だ。機関アインヘリアルを持ち出すと、大軍を率いて勢力を展開し始めた。ドレイク・ファングにオーク族を送り込み、カンベルをアカシアに蹂躙させる。その進軍目的はもはや資源収奪とも領土拡大とも言い難い。それでもなおバルナバス王の指揮で行われた進軍だとすれば、一つだけ確かなことがある。オーク族もアカシアもウォールード王国にとってもはや敵対勢力ではないということ。君たちが乗り込もうとしている場所は、そんな得体の知れない奴らの本拠地なのさ。灰の大陸は黒の一帯の侵食が進み、数えるほどしかない気候地は警戒が厳重。それどころか沿岸部の多くが海流の影響を強く受けている。波の反戦では近づくことすらできないだろう。だがそんな状況の中でも、我らがエンタープライズは一度たどり着いた。そう、打ち捨てられた黒い砂の渚、静かなる影の海岸にね。君たちからの報告を聞くに、ここ以外の上陸場所は思いつかん。どうだミド、もう一度あの海岸につけられるか。潮の流れが速くてちょいと厄介だけど、なんとかしてみせる。任せたぞ。ありがとうビビアン、助かったよ。今回の講義題は灰の大陸での君の見聞で手を打とう。合格のためにも戻ったらぜひ聞かせてくれ。あ、わかった。ミド、みんなをラウンジに集めてくれるか。作戦会議だ。俺は書庫へ行ってジョシュアを呼んでくる。まさかそんなことが。ええ、驚きですね。兄さん、いいところに興味深いことが分かったよ。以前アルテマを神と見立て、いくつかの宗教を調べたことがあった。その中の一つがジョシア君が追っているものと一致してな。僕と不死鳥教団はフェニックスゲートの地下、典型の間に合った壁画を頼りにアルテマを調べていた。でも壁画が描かれた背景まではつかみきれてなかったんだ。それが今語り部のおかげで見事につながったというわけさ。マザークリスタルを祭り、かの者を神と崇める信仰、その名はマリアス教。かつて古代パリスゼア全土に広まり、鉄王国の国教クリスタル正教の源流ともなった記録に残る最古の宗教だ。バリスゼア全土、つまり灰の大陸にも。灰の大陸には古い城や砦が残ってると聞いたことがある。もしかしたらあの壁画が欠けることなく残っているかもしれない。どうしても行かなきゃならない理由ができたよ。歴史はこうやって紡がれていくか。所在の知れなかった我がシモースの出力、ジョシア君の手元にあったのは驚いたが、その出力のおかげで
一つの真実にたどり着くことができた。これからもどうか大事にしておくれ。ええ、大切にします。ジョシュア、灰の大陸へ向かう手はずが整った。話をしたい。ラウンジまで来てくれ。わかった、兄さん。おかげで有意義な時間になった。いえ、僕の方こそ。